神ゲー開発第2回。ということで、最初に扱うのはズバリ挙動。早速大事なところ来たな。ウプ主は峠アタックにおいて、主に日本に関する部分をやっていると言っていたけど、この動画も含めて検証だったり色々依頼をかけたりと、意外と多岐にわたって作業をしているわ。あのサウンドロゴも作ったんだっけ？あれもアフターエフェクトを初めて3日目に作ったわ。未経験かよ。頼まれたことで急にアドビ始めることになった模様。大変だな。そんな中でも飽きるほどやったのが、評価、いわゆるデバッグとも言って、ここバグってるよ。とか、ここもうちょいこうした方がよくねみたいなことをするやつ。上気が遠くなる作業だ。ということで挙動関連のお話なんだけど、峠アタックはアンリアルエンジン5という、フォートナイトとかで有名なエピックゲームズ社のゲームエンジンを使っていて、アンリアルエンジンの物理エンジンによって車の挙動が作られているわ。フォートナイトもそうだけど、大体グラフィックが綺麗な最新ゲームはアンリアルエンジンで作られているイメージ。そうね、だからすごくリアルな車の挙動が再現できているのよ。それは期待できるな。しかし、本作はアセットコルサやビーム NG みたいな、ガチガチのシム挙動は目指していないのよね。ほう、まあ確かに最近の車ゲームは何でもシム寄りになりすぎてるか。それもあるんだけど、峠アタックは RPG レースゲーム、峠のリアル寄りのレースに、レーシングラクーンやイニシャル D のような熱いストーリーを取り入れた RPG 要素を盛り込むことで、グランツーリスモ7で RD ヘアやアセコルにモッドを導入して没頭している我々のようなキモータだけではなく、よりカジュアル層にも手に取ってもらいたいと考えているの。それじゃアセコルのような挙動じゃダメだな。そうなんすよね。シム挙動じゃ難しすぎる。かといってニードフォースピードとかグリッドみたいな、滑りまくり決断ス挙動はウプ主嫌じゃなかったっけ？決断ス言うな。それは車好き開発陣によって理解されているので、ワンガンやイニシャル D のようなアーケードすぎる挙動はなし。わかりやすい例で言えば、グランツーリスモ7のようなパッドでも遊べるリアル風挙動ね。確かにこの手のゲームでゲームパッドで遊べないのはきついな。実際、ウプ主がアセコルを配信者に布教した時、一番ネックだったのは、パッドじゃ難しすぎる挙動だったことね。カジュアル層はそもそもハンコンなんて持ってないし、なんならパッドすら持ってない PC ゲーマーもわらわらといるもんな。だから本作は、今背景に流しているリアル挙動をベースに、ゲームパッドでも楽しめるレベルに一部を簡略化したグリップ挙動を採用。オーバーやアンダーステアのアシストをつけたりと、初心者でも十分に楽しめます。マニアはトラコンとかのアシスト全部切れば、ドリフトもできそうだな。元からアーケード挙動を目指して作ったわけではなく、シム挙動をイージーにしたものだから、駆動方式ごとの特性の違いだったり、サスペンションの動き、セッティングによる挙動変化、車両特有の 4WS システムなど、必要なものは大体全部揃ってるわね。4WS まで再現されているの細かいな。そんな感じでテスト版を作るにあたって、ゲームパッドでもストレスなく遊べるセッティング探しの旅へと、ウプ主は出かけたのでした。さて、実際にビルドされたテストバージョンで挙動をチェック。いわゆる吊るしみたいな状態で、すぐに思ったのは、なんかキモい。どういうことだよ。なんていうか、曲がりすぎる。って言ったらいいのか。なんかステアが遅延してる感じがする。あまり聞いたことがないパターンだな。ファンコンで遊んだ時は感じなかったんだけどな。確かに、事故りすぎだろ。これはウプ主が昔、ユニティでゲームを作っていた時に憧れていた、スタカさんという方が作ったワンガンもどきなんだけど、威圧より高すぎだろ。左下のオーバーレイでわかるように、ものすごく素直にステアが応答してくれて、思うように綺麗にグリップしてくれるのよね。確かに、峠アタックに比べて、全然ステックが暴れてないな。無駄な動きがないね。一方その頃峠アタックしばき回してるやんけ。こうやって比べて、やっと違和感の原因に気づけたウプ主。ステアリングの感度だけでなく、センターに戻るのが遅いわね。ああ、だから曲がりすぎないように無意識にカウンターステア入力を入れてるな。ステアがセンターに戻るのが遅すぎるせいで、コーナー出口でまだタイヤが曲がったままになり、曲がりすぎたり入力遅延を感じてしまうっぽい。ということでステアリングが中心に戻る感度を追加しました。これで曲がりすぎるとか、もたつきを感じることはなくなったね。ただ、セッティング必須というのも大変だから、テストプレイを重ねて大体の基準点を算出しておいて、あとは車両側の物理パラメータとも合わせて、感度設定一つのみで一括調整できるようにする予定。すげえ、めっちゃキビキビ動くようになった。あと、これはおまけなんだけど、本作は PS5 のデュアルセンスコントローラーをサポートしてるわ。ハンコンに FFD があるんなら、コントローラーもしょぼくならないように、振動機能に加えて、アダプティブトリガーにも対応してるわ。アダプティブトリガーは、デュアルセンスに搭載されているトリガー部分のフォースフィードバックみたいなやつで、押し込みの硬さを FFD のように自由に変更できるの。なんだそれすごい。グランツーリスモ7プレイヤーには伝わると思うけど、ペダルの硬さだったりブレーキのタイヤロックなど、デュアルセンスを使えばちゃんと感じ取れるようになってる。これは PS5 版への布石か。さあね、今回は軽く挙動の説明と、どういった工夫がされてるかなど実際に裏でやってることを一部紹介してみたわ。ちゃんと一個一個理由があったんだな。みんなが好きなレースゲームの挙動とか、普段レースゲームで使ってるコントローラーがあれば、ぜひコメントで教えてほしいわ。先生、次回は何を？次回はそうね。音とかにしようかな。エンジン音、確かにいいもんなこのゲーム。それではまた次回。概要欄からパトロンで支援してくれね。